1872年10月14日、新橋横浜間に日本初の鉄道が開業。開業当時は1日に9往復、全線所要時間は53分だった。それから150年、日本中に多くの鉄道路線が敷設されていった。その中には東洋初の地下鉄や世界初の時速200キロ超えの高速鉄道もある。鉄道は間違いなく日本の発展の礎であり、多くの人々の移動と生活を支えてきたことは言うまでもない。そんな鉄道を一日中、すなわち24時間乗り続けたら最大何キロ移動できるだろうか。鉄道ファンであれば100人中100人全員が疑問に思ったであろうこの命題。鉄道150周年を迎えた2022年に私は実際に乗車して検証してまいりました。本動画でその検証模様を紹介していきます。と、その前に、そもそもどこからスタートしてどのようなルートを通ると思いますか？ちなみに今回のチャレンジのルールは以下の通りです。ルール1、挑戦日、移動ルート、そして利用する公共交通機関は自由です。ただし最終的な合計移動距離としてカウントするのは鉄道路線を利用した分のみです。バスやタクシーなど鉄道以外の公共交通機関による移動は合計距離に含めません。ルール2、今回の動画でいうところの制限時間24時間とは、最初の列車が駅を発車した瞬間から最後の列車が駅に停車する瞬間までとします。最初の駅で改札を通ってから列車が発車するまでの時間、そして最後の駅で列車が停車してから改札を出るまでの時間は24時間としてカウントしません。また電車に乗っている最中に24時間経過してしまった場合、その列車が最後に停車した駅から24時間経過した時点までの分は最終的な合計移動距離にカウントしないものとします。以上のルールを踏まえた上で、まずはどこがスタートになるのか予想してみてください。10秒考える時間をあげます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。今回のチャレンジのスタート地点は、ここだ！博多駅。予想の方当たりましたでしょうか？今回のスタート地点は福岡県福岡市、九州最大のターミナル駅である博多駅です。ここ博多駅から鉄道で24時間最長移動距離にチャレンジする旅を始めていきます。ちなみに現在時刻は2022年11月20日5時15分。1本目の列車の発車時刻よりかなり早くに到着してしまいました。早速駅舎の中に入っていきましょう。ちなみに本動画では字幕を用意しています。本動画をより楽しみたい方、ぜひ YouTube 画面上のギアマークから字幕を表示してご覧ください。さて、午前5時の博多駅の様子。人通りが少ないですね。未明なので当たり前かもしれませんが、駅舎もご覧の通りガラガラ。こんなに人が少ない博多駅が新鮮に映る人もいるのではないでしょうか。さあ、博多駅の新幹線改札口にやってきました。最初は新幹線に乗車します。まだ改札のシャッターは開いていません。近くの切符売り場もまだ開いていません。切符売り場が本格的に開くのは午前6時になってからです。ちなみに切符は前日のうちに発券しておいたので、シャッターが開くまでここで待ちましょう。さあ、新幹線改札口のシャッターが開きました。ゆっくりと厳かにシャッターが開き始めます。左側の改札で早速待ち構えていた利用者たちが改札を通過していきます。私も改札を通りたいと思います。24時間に及ぶ地獄の旅路、その第一投、シャコンと切符を入れて回収。最初の列車の発着番線を確認します。14番線発車のようですね。早速エスカレーターを登っていきましょう。最初に乗る列車はもうすでに14番線に佇んでおります。さて、最初に乗車するのは
山陽新幹線の列車です。いきなり新幹線に乗車します。2022年に新しく設定された博多駅を6時ちょうどに発車するのぞみ2号東京行きです。使用車両は N700 系です。早速車内に入っていきましょう。乗車、乗る。車内には誰もいません。始発駅なので当然ですね。ご案内いたします。この電車はのぞみ号東京行きです。途中の停車駅は小倉、新山口、広島、岡山、新神戸、新大阪、京都、名古屋、新横浜、品川です。自由席は1号車、2号車、3号車です。この電車は全席禁煙となっております。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。普通車の喫煙ルームは3号車、15号車、グリーン車の喫煙ルームは10号車にあります。さあ、いよいよ出発時刻です。のぞみ2号の発車メロディーが流れます。銀河鉄道39ですね。いい音楽です。列車の扉が閉まります。博多駅を6時ちょうど定刻で発車。博多駅を去ります。6時ちょうどから24時間でどれだけ鉄道で移動できるか検証スタートです。発車メロディーがいい日旅立ちですね。使用車両は JR 西日本の車両のようです。さて、最初の停車駅は小倉駅。福岡県第2の都市北九州市の中心駅です。進行方向右側の窓から覗くと、反対側のホーム11番線には16両編成の N700 系が停車しています。あちらは小倉駅始発のこだま771号博多駅かと思います。博多までの1区間しか走らないのに16両編成で走るという明らかに過剰輸送な列車です。十中八九運用の都合で設定されているのでしょうね。そして小倉駅を発車。小倉駅ではもちろん下車しません。このまま列車に乗り続けます。小倉駅を出るとすぐに関門トンネル突入。九州地方を抜けて本州に上陸します。さあ、トンネルを抜けました。トンネルを抜けるとすぐに駅を通過します。のぞみ2号の最初の通過駅、新下関駅です。のぞみ2号は放送にもある通り新山口駅に到着します。名前の通り山口市にある駅です。この駅にはのぞみ号は一部の列車しか停車しません。記念に駅名標を撮影します。この電車はのぞみ2号東京行きです。自由席は後ろ3両、1号車から3号車が自由席です。次は広島に停まります。まもなく発車いたします。新山口駅でももちろん下車しません。そのまま乗り続けます。空はだいぶ明るくなってきました。もう夜明けと言い切って良いでしょうね。さて、新山口駅を出てしばらくすると列車は減速を開始します。徳山駅を通過。徳山駅は急カーブ上にあるため減速する必要があります。スマホで速度を確認。時速170キロほどまで減速しましたが、カーブを抜けたら即座に再加速します。
さすが N700 系は加速が速い。周南市を高速で抜けていきます。列車は広島駅に到着です。広島県の中心駅。乗車する人も多くいらっしゃいます。広島駅の駅名表を撮影します。広島駅でも下車せず乗車。ちなみにホーム反対側に停車しているのはのぞみ94号ですね。今乗っているのぞみ2号とは違い、福山駅にも停車するのぞみ号です。広島駅を発車したらすぐに700系レールスターと相対。現在はこだま号としての運用が主体となっています。さて、広島駅から東広島駅までは長い上り坂です。在来線では瀬の八として有名な区間ですが、上り坂の影響は新幹線でも例外ではありません。勾配を緩和するため、広島駅から東広島駅までの間は直線に線路を建設せず、少し南へ迂回して距離を稼いでいます。その東広島駅を高速で通過。ここから先は三原駅に向かって一気に下り坂になります。東広島駅の次は三原駅。順調に通過。さらにしばらくすると列車の速度が時速 266km ほどにまで落ちました。福山駅を通過。ここも駅通過時にカーブの制限速度を受けて少し速度を落とします。博多総合車両所岡山支所の脇を通過。朝なので新幹線が多数止まっています。そして在来線の車両基地も通過。黄色い電車がたくさん止まっています。宇野線を含めたくさんの線路群を横断。駅ホームにするりと進入。岡山駅に到着です。岡山駅でも下車せず乗り続けます。岡山駅を出ると次は新神戸駅に停車します。朝の岡山は大変綺麗です。さて、岡山駅を出た後も引き続き高速運転を行います。列車は姫路駅を通過。ここは直線上に駅があるので、列車が山陽新幹線の営業最高速度時速 300km で通過します。列車の速度をスマホで確認すると時速 296km、ほとんど最高速です。これが時速 300km の景色が高速で流れていきます。さあ、列車は新神戸駅に到着です。2つのトンネルに挟まれている駅なので、全ての新幹線が停車する駅でありながら、2面2線という大変小規模な駅です。ご案内いたします。この電車はのぞみ2号東京行きです。自由席は後ろ3両、1号車から3号車が自由席です。中ほどの8号車から10号車は電気洗面所、15車喫煙ルームを含めましてグリーン車専用設備です。電気
人ご利用の際にもグリーン券が必要となりますのでご注意ください。次は新大阪です。お待たせいたしました。のぞみ2号東京行きまもなく発車いたします。車内放送をしている間に桜号が到着。短い8両編成となっています。新神戸駅を発車。ここでもやっぱり下車しません。新幹線ホーム発車後はすぐにトンネルに入ります。トンネルを抜けたら関西都市部に突入。関西圏では太陽が雲に隠れて曇り模様となっています。まもなく新大阪です。JR 京都線吹田高槻方面、JR 神戸線大阪尼崎芦屋方面、大阪本線の地下鉄がたどり替えです。新大阪を出ますと次は京都に停まります。自動放送終了直後に大きな川を横断。神崎川です。梅田のビル群が見えます。遠くからでも明らかに建物が高いのがわかります。列車は阪急神戸線をオーバーパス。そしてすぐ近くの建物が視界を遮ってきます。この建物の中には新大阪止まりの列車を流通する引き上げ線があり、車両の清掃も行っています。列車は新大阪駅に到着。他のホームより少し高い27番線に到着します。カメラをズームすると2つ隣のホーム23番線から回送列車が発車していくのが見えます。列車が駅に入線している最中、別の列車がこちらの列車と同じ方向に駅を発車していく。ダイヤが超過密な東海道新幹線だからこそ見られる光景です。新大阪駅27番線に帝国で停車。ここで山陽新幹線は終了です。新大阪駅では雨が降っています。雨粒が線路に落ちているのがわかります。新大阪駅では大規模な乗客の入れ替わりが行われていました。日曜日ののぞみ2号はかなりの混雑です。列車は新大阪駅を発車。8時30分、帝国での出発です。ここからは東海道新幹線に突入します。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号東京行きです。途中の停車駅は京都、名古屋、新横浜、品川です。この電車は全席禁煙となっております。さて、ここで列車の運行状況を確認します。日曜日で列車の本数も乗客の数も多い上、大阪で雨が降っていたので遅れが心配。今のところ定時で列車が流れているようですが、これからどうなることやら。列車は大山崎インターチェンジのランプ群をアンダーパス、そして名神高速道路をオーバーパス。東海道新幹線よりも名神高速道路の方が先に開通したため、後に開通した東海道新幹線が名神高速道路の上を通ります。まもなく京都です。東海道線、山陽線、五西線、金線と近鉄線、地下鉄線がお乗り換えです。今日も新幹線ご利用くださいましてありがとうございました。京都に到着をいたします。さあ、列車は京都駅に到着です。対向のこだま号が16両編成です。東海道新幹線はのぞみからこだままで全て16両編成なので、これを見ると東海道新幹線区間に入ったことを実感しますね。京都駅でものぞみ2号からは下車しません。扉が閉まります。京都駅を出発。次は名古屋駅に停まります。京都駅を出てしばらくして列車の運行速度を確認。時速260キロほど。山陽新幹線よりゆったりとしています。列車の運行状況は今のところ問題ありません。京都を出たら
隣に座っていた人がいなくなったので、進行方向左側の車窓でも映しましょうかね。滋賀県の自然多めの景色が広がっています。さあ、東海道本線の線路をまたぎます。線路が本線から分かれていきます。米原駅通過。のぞみ号は全列車米原通過です。そして一瞬ですが、北陸本線をまたぐのが見えました。さらに列車は長良川を横断。そして岐阜羽島駅を通過します。ここで先行の光号を追い越します。岐阜羽島駅を通過したら、又名新高速道路を横断。高速道路を左手に見ながら木曽川を横断します。列車の速度は時速280キロ。光号を追い越したら一気に速くなりました。列車は名二間を潜ります。名古屋都市圏に突入です。名古屋車両所につながる回送線と合流。高架上に新幹線が1本止まっています。そして名古屋駅手前でも1本止まっていました。名古屋駅の新大阪側には上下本線の間に留置線が何本か敷設されています。列車は名古屋駅に到着。ホーム上には人がたくさんいます。名古屋駅の駅名表を撮影します。降りる人は少なめです。そしてたくさんの人が乗り込んできます。ほぼ満席の状態で名古屋駅を出発。放送にもあった通り、次は新横浜駅に停車します。名古屋駅を出たら近鉄線、関西線、青波線をまたぎます。かつて存在した笹島駅の跡地には高いビルが多く立ち並んでいます。さて、ここで朝ごはんを食べたいと思います。博多駅でも少し食べましたが、朝ごはんはパスタサラダとおにぎりです。パスタサラダは野菜と炭水化物の両方を取れるのでお得です。さあ、列車は豊橋駅を通過します。ここで小玉号を追い越します。豊橋駅を過ぎると浜名湖を横断します。今日は空が雲で覆われています。列車の速度は時速280キロ。かなり速いですが、走行音は静かです。列車は浜松駅を通過。そして天竜川を横断します。浜松を過ぎて間もなく静岡です。東海道新幹線が南北に敷設されているため、一瞬だけですが富士山が進行方向右側に見えます。列車は静岡駅を通過。下り方面では列車が静岡駅に到着しようとしていました。ちなみに静岡駅を過ぎたところで10時を回りました。スタートから4時間経過です。列車は静岡貨物駅の脇を通過します。そして静岡鉄道の高架橋を潜ります。静岡駅からしばらくすると富士川を横断。川幅がかなり長いです。そして新富士駅を通過。進行方向左側の車窓から列車が追い抜くのが見えたでしょうか。ここで小玉号を追い越します。新富士駅を出たら時速250キロまで速度が落ちました。進行方向右側には高架橋と河川が見えます。三島車両基地です。そして三島駅を通過。ここでも列車を1本追い抜き、回送列車かと思われます。三島駅の次は熱海駅。熱海駅は徳山駅と同様急なカーブ上にある駅なので低速で通過します。さあ、列車が減速を始めました。まもなく新横浜駅です。線路が4本に分岐していきます。到着時刻は10時37分。定刻で到着となります。ちなみに博多駅から新横浜駅まで4時間半かけて 1146.1km 移動しました。さあ、新横浜駅に到着しました。次の列車までの乗り換え時間は2分。急いで階段を駆け下ります。3、4番線ホームにつながる階段を駆け上がり、ホームに上がるとちょうど列車が到着したところ、
どうやら2分乗り換え成功のようです。次に乗車するのは新横浜駅を10時39分に発車するのぞみ221号新大阪行きです。のぞみ221号は臨時列車ですがかなりの混雑です。のぞみ221号、扉が閉まります。新横浜駅を発車。短い乗り換え時間でせわしなく戻っていきます。今日も東海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ221号新大阪行きです。自由席は1号車から3号車です。停車駅と到着時刻をご案内いたします。次の名古屋駅は11時56分、京都12時32分、終点新大阪には12時48分の到着です。あらかじめ確保しておいた座席はまたしても海側。申し訳ない。予約を取ろうとしたらもう山側は埋まっていました。列車は小田原駅を通過。小田原駅からはトンネルが連続します。そしてトンネルを抜けたらすぐに熱海駅を通過します。さてトンネル内で暇なので列車の運行状況を確認します。全区間異常なく流れている模様。1分たりとも遅れていません。さすがというかここまで来ると気持ち悪いですね。列車は三島駅を通過します。今目の前に見えている建屋は三島車両基地の車両整備場です。そして広がる留置線群。一本も新幹線は止まっていません。さあ国道1号線と並走します。その直後新富士駅を通過。のぞみ2号の時と同様ここでこだま号を追い越します。車内案内表示器でも通過したことが表示されます。新富士駅を出て静岡駅に近づくと在来線の東海道本線と並走します。再び静岡貨物駅の脇を通過。静岡のグランシップが見えます。運行速度は時速200キロまで低下。静岡駅を通過します。それにしてもかなり遅い速度で静岡駅を通過しましたね。心配なので運行状況を確認します。するとなんと前の光号が4分遅れとなっています。何があった？これはチャレンジ失敗の危機。さあ列車は掛川駅を通過。列車の速度は時速250キロから加速中の状況。まだ少し遅いです。掛川通過の段階で1分遅れ。前の光号は3分遅れです。列車は天竜川を横断。そして浜松駅を通過します。ここで遅れていた光号を追い抜きました。光号を追い抜いてまた運行状況を確認。1分遅れとなっています。浜名湖が綺麗ですが楽しんでいる余裕はありません。列車の速度は時速 285km、 線内最高速度です。さあ列車は豊橋駅を通過。浜松駅に続きここでも先行列車を追い抜きます。列車は帝国ダイヤに戻りました。すごい。ダイヤ設定の段階でおそらくかなり余裕があるんでしょうね。そして列車は三河安城駅を通過します。皆様にご案内いたします。ただいま三河安城駅を時刻通りに通過いたしました。あと9分で名古屋に到着です。名古屋には11時56分の到着。三河安城駅の次は名古屋駅なのでもうすぐ名古屋に到着することの案内がなされます。中央本線の列車と遭遇しました。まもなく名古屋駅です。のぞみ221号は17番線に入線します。さあ名古屋駅で下車します。これで累計移動距離が 1483.3km になりました。すぐ近くの階段から駆け下りていきます。次の列車は14番線から発車。またしても新幹線で折り返していきます。階段を上るとちょうど次の列車が到着するところ。無事乗り換え成功です。名古屋駅を11時59分に発車するのぞみ14号東京行きです。ちょうどすぐ近くを貨物列車が通過していました。JR 西日本所属の
N700 系に乗車します。列車の扉が閉まります。名古屋駅を出発。進行方向左側にある在来線ホームを見ながら去ります。青波線の列車とちょうど立体交差しました。で、座った座席はどちらかというと、またしても海側。山側の席の取りづらさが尋常じゃない。三河安城駅の通過を確認。列車の運行状況は問題なし。寸分たがわない定刻運転です。前を走る列車の運行状況も問題なし。1分たりとも遅れていません。車内はご覧の通りの混雑。コロナ禍の利用者減など過去の話です。さあ、列車は静岡駅を通過しました。静岡駅で夜を明かす列車の留置線が分岐していくのが見えます。列車は熱海駅を通過。いつも通りの低速走行。熱海駅通過地点の運行状況はご覧の通り。1分たりとも遅れていません。基本的にかなりゆとりのあるダイヤとはいえ、これはすごすぎる。さあ、小田原駅を通過します。案内表示器でも通過を確認。さあ、列車が減速を始めました。まもなく新横浜駅に到着です。線路が4本に分岐。2回目、閉じ。のぞみ2号と同様1番線に入線します。ただいまの時刻は13時16分。バッチリ定刻停車です。さあ、のぞみ14号を新横浜駅で下車しました。ここまででトータル 1820.5km の移動完了です。そして3、4番線の階段を駆け上がります。また新幹線に乗るんかいと思った方、すみませんがお付き合い願います。目的の列車はちょうど4番線に到着するところ。次の列車は最新車両の N700S です。新横浜駅を13時18分に発車するのぞみ229号新大阪行きです。無事列車に乗り込めました。扉が閉まります。新横浜駅を発車。さっきから新横浜駅と名古屋駅を往復する状態が続いています。一体何往復するでしょうか。今日も東海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ229号新大阪行きです。停車駅の到着時刻をご案内いたします。次の名古屋市は14時39分、京都15時15分、終点新大阪には15時30分の到着です。次の停車駅は名古屋です。14時39分の到着。お出口は左側です。最新車両の放送は非常にクリアで聞き取りやすいですね。さて、こちらは N700S の普通車の座席。モケットは従来の N700A と比べより明るい青となっています。背面テーブルも少し大きいように感じます。コンセントは肘掛けの先端部分にあります。 N700A はコンセントが足元にあったので足でソケットを蹴ってしまう恐れがありました。客室自動ドア上部の案内表示器は LED タイプから LCD となりました。今までよりも多くの情報が表示されています。さて、線路がたくさん並んでいます。在来線の東海道本線です。小田原駅を通過。またしてもここで小玉号を追い抜きます。列車の速度は時速200キロ以下まで低下。三島駅を通過します。留置線には新幹線は1本も止まっていません。それにしてもこんなに遅いとは。線香が詰まっているのかな。運行状況としては定刻通りとのこと。かなり緩いダイヤになっていることがわかります。さて、ここでお昼ご飯にしましょう。またまたサラダ麺とおにぎり。未明博多駅で買っておいた分。チャレンジ旅のために事前にご飯を買っておく。これ大事。さあ、昼ご飯を食べ終わると掛川駅を通過。
ここで小玉号を追い抜きます。列車の速度は時速 250km、 少し速くなりました。列車の遅延はなし、順調です。先々の列車の状況を見てもこれといって問題はなさそうに見えます。さあ、列車は三河安城駅を通過します。ご案内いたします。ただいま三河安城駅を時刻通りに通過しました。あと9分で名古屋です。16番線に到着。お出口は左側です。列車は再び東海道本線と並走。貨物線を敷設して複々線にするため、少し広めに土地が確保されているのがよくわかります。列車は無事に名古屋駅に到着。ホーム反対側17番線に小玉号新大阪行きが停車しています。所定ダイヤであれば名古屋駅でこの列車が小玉号を追い越す予定です。時刻は14時39分。定刻での到着です。さあ、名古屋駅から下車。次の乗り換えは名古屋駅での乗り換えの中で唯一2分しかありません。階段を駆け下ります。他の利用者の邪魔にならないように気をつけて。階段を上った先、もう電車が到着していました。 OK、 無事乗り込めました。名古屋駅での2回目の乗り換え成功です。14時41分発ののぞみ374号東京行きです。列車の扉が閉まります。ホームドアもしっかり閉まります。列車は定刻で発車。名古屋駅から東京方面に向かうのはこれで3回目です。ちなみにここまで約8時間40分経過。累計移動距離は 2157.7km です。相変わらずのぞみ号は混雑しています。座った座席は海側。すまん、もう山側の座席は座れないかもしれん。悲しい。列車の運行状況を確認。全く問題なく動いております。はてさて、時刻は15時を回りました。ここで3時のおやつといきましょうかね。車内ワゴンサービスで売られているスジャータのアイスです。新幹線すごく硬いアイスってやつですね。今回はチョコ味を購入しました。蓋を開けてスプーンを刺す。しかし入らない。スジャータのアイスは密度が高いためスプーンの入る隙間がありません。少し溶けてスプーンが入るようになってもご覧の通り、すくうのに一苦労します。よし、ようやく少しゲットしました。早速口の中に入れてみると、とても美味しい。口の中にチョコの味が広がります。列車は静岡駅を通過。列車の速度は時速 245km。 アイスはまだ残っています。豊橋駅あたりで買いましたが、未だに全部食べきるのに苦戦しています。さあ、進行方向右側に高い高架橋が見えました。右手に広がる線路群、三島車両基地ですね。列車は三島駅を通過。アイスはさすがに食べきりました。ごちそうさま。さあ、列車の運行状況を確認しましょう。名古屋駅で確認してから1時間経過しましたが、遅れはどこにも見当たりません。よしよし、次の乗り換えも問題なくできそうです。さあ、列車がトンネルを抜けました。その直後に駅を通過。小田原駅です。新横浜駅まであと少しです。列車の速度は時速 250km。 全力で走行していないということは、つまり定時で運行できているということです。さあ、新横浜駅に到着します。
線路が分岐すると同時に下り方面ののぞみ号と行き違いました。到着ホームはまたまた1番線。時刻は16時2分。定刻での到着です。さあ、新横浜駅で下車します。今日3回目の下車となります。チャレンジスタートから10時間が経過して、累計移動距離は 2494.9km となりました。次の列車の発車ホームはもちろん3、4番線。乗り換え時間は5分。今回は余裕で乗り換えできるでしょう。次の列車は4番線から発車するようです。横浜では雨が降っています。カメラをズームすると傘を差す人がいるのがわかります。4番線到着の電車は16時7分発のぞみ403号新横浜行きです。この電車は新横浜を出ますと次は名古屋に向かいます。列車の入線シーンをフルで撮れるほど余裕の乗り換え。12号車に乗車します。列車の扉が開きました。早速乗車。乗る。臨時列車ですが相変わらず混雑しています。さあ、新横浜駅を発車します。座った座席は海側。いつも通りなのがなんとも悲しい。車内放送も相変わらず。もう何度聞いたでしょうか。さて、恒例の列車運行状況の確認。定刻運転。1分も遅れていないビューティフルな運転です。ちなみに米原駅から京都駅までの間には列車が5本もいるようです。凄まじい過密具合ですね。さあ、進行方向左側で線路が合流してきました。 JR 東日本管轄の東海道本線です。小田急線をオーバーパス。最初の通過駅小田原駅を通過します。そして三島駅を通過。車両基地には明かりがつき始めています。留置線には一本も列車が止まっていません。景色にまるで変化なし。さあ、新富士駅を通過。ここで先行していたこだま号を追い越します。列車の速度は時速270キロから減速中。最高速度で走っていないので順調に進んでいると言えるでしょう。列車の運行状況も問題ありません。静岡貨物駅の脇を通過。ここもところどころ明かりがつき始めています。空がだんだん暗くなってきました。雲の隙間から太陽の光が差しているのがわかりますが、その光の色はオレンジ。夕方を迎えていることがわかります。進めば進むほど暗くなっていきます。列車は豊橋駅を通過。ここでこだま号を追い越し。太陽は完全に沈みました。宝石を散りばめたような夜の名古屋の景色、いいですね。さあ、間もなく名古屋駅です。名鉄ミュースカイと行き違いました。そして中央本線の最新車両315系と行き違い。名古屋駅プラットホームにするりと進入。時刻は17時24分。今回も定刻で到着です。そして名古屋駅で下車。ここも例に漏れずいつも通り。ここまでで 2832.1km 移動してきました。名古屋駅のコンコースもだいぶ混雑するようになってきています。次に乗る列車はまたしても14、15番線ホームからとなります。乗り換え時間は4分あるので余裕で乗り継げます。目的の列車はまだ来ていません。先に14番線に列車がやってきました。光658号の東京行きです。この電車には乗車しません。さあ、目的の列車がやってきました。
名古屋駅を17時29分に発車するのぞみ238号東京行きです。ホーム上もかなり混雑しています。のぞみ238号は17時29分発ですが、すでに17時31分、発車が遅れています。列車の扉が閉まりました。座席に着いたら早速運行状況の確認。2分遅れのようです。しかし先行する列車に遅れは見られません。最高速で飛ばせば遅れを取り戻せるのではないでしょうか。列車の速度は当然のごとく時速 280km。 遅れを取り戻そうと頑張っています。さあ、完全に夜になってしまいました。細かい位置は Google マップが頼りです。列車は豊橋駅を通過しました。さて、のぞみ238号の車内で18時を迎えましたので、ここでお夕飯にしたいと思います。こちら、東海道新幹線弁当。今回はコンビニ弁当ではありません。車内販売サービスで購入したものです。蓋を開けますと、まず車窓食堂と書かれた紙がお出迎え、お箸があるのを確認。そしてこちらがお弁当の中身でございます。美味しそうである。早速お箸でいただきましょうかね。さあ、まず第一投。いきなりうなぎに手をかける。半分ちぎって口の中に運ぶ。よき。お次はご飯。こいつもいただき。こいつはキノコかな。エビフライ。お弁当の定番。というわけでいろいろありましたが、全部バッチリいただきました。美味しかったです。ありがとう。さあ、列車は静岡駅を通過しました。列車の速度は時速280キロ超え。まだ最高速の運転を続けています。列車は定刻運転に復帰しました。その他先行している車両にも問題はありません。お弁当のゴミを捨てるついでに車内の混雑具合を確認します。座席はかなり埋まっています。さあ、三島駅の留置線チェック。未だに一本も止まっていません。そして三島駅を通過。同時に児玉号を追い越します。さて、熱海駅も小田原駅も順調に通過しました。列車は相模川を横断。そして圏央道をアンダーパスします。さあ、時刻は18時47分。のぞみ238号新横浜駅に定刻で到着です。さあ、新横浜駅を下車。階段を降ります。向かうのはもちろん3、4番線。乗り換え時間は4分あるので焦らずに。階段を上るとのぞみ101号が止まっていました。この電車に乗れば予定より少し早く名古屋に行けます。しかしこの列車は見送ります。1分で乗り換えできるなんて思っていませんでしたからね。この列車の指定席も確保していません。この判断が間違いでないことを祈らんばかり。さあ、のぞみ号を見送ったら同時に乗る予定の列車が3番線に入線してきました。3番線、4番線ともにご注意ください。3番線には18時51分発、キャ657号。新大阪行きの到着です。この電車は新横浜川を出ますと、次は豊橋に止まります。さあ、ここでのぞみ号ではなく光号に乗車します。光号はのぞみ号より一つ格下の種別ですが、この列車に乗るのが最速ルートとなります。その光657号の扉が閉まります。新横浜駅を発車。次の停車駅は名古屋駅より2つ手前、豊橋駅となります。さあ、夜の東海道新幹線をかけます。
何度も新横浜駅と名古屋駅を往復する状態。さすがに飽きてきました。博多駅スタートから13時間、残り時間はあと11時間もあります。小田原駅を通過、児玉号を追い越します。熱海駅もいつも通り低速で通過。車内案内標識でもしっかり通過を確認します。列車の運行状況を確認。問題ありません。さあ、三島駅を通過。三島駅の留置線チェック。19時になっても一本も列車が止まっていません。さて、列車は宝石が散りばめられた美しい景色の中を駆けていきます。列車の速度は時速 270km。 順調です。さあ、列車は静岡貨物駅の脇を通過していきます。そして列車は掛川駅を通過。ここで2本目の児玉号を追い越します。さらに列車は高速で天竜川を横断。浜松駅を時間通り通過しました。まもなく豊橋です。お出口は左側です。東海道線、飯田線と名鉄線、豊橋境界線はお乗り換えです。豊橋を出ますと、次は名古屋に止まります。乗っている列車が光号なので、途中の豊橋駅に停車します。この旅で初の豊橋駅停車。しっかり駅名標を撮影します。豊橋駅で多くの人が降りていきます。豊橋駅に停車する光号が少ないので、旅客が集中するんでしょうね。光号新大阪行きです。自由席1号車から5号車です。次の停車駅名古屋です。ホーム上はご覧の通り大量の人。乗降に時間がかかっています。さあ、列車はようやく豊橋駅を発車。定刻より1分ほど遅れての発車です。しかし列車運行状況上では定刻運転。まあ1分程度なら遅れを取り戻してくれるでしょう。それよりも心配なのは上り列車の遅れ。帰省ラッシュで旅客が集中しているからでしょうか。名古屋駅を出た列車に遅れが発生しています。皆さんすでに想像しているかと思いますが、これから名古屋駅で折り返し上り列車に乗車します。つまりこれからこの遅れ地獄に巻き込まれるということです。今乗っている列車の速度は時速 275km。 本気で運転していないあたり、定刻で名古屋駅に到着できるということでしょう。まもなく名古屋です。東海道線、中央線、関西線と名鉄線、近鉄線、青波線、地下鉄線がお乗り換えです。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。名古屋を出ますと、次は岐阜羽島に停まります。さあ、間もなく名古屋駅。名鉄線の特急列車を追い越します。名古屋駅には17番線に到着です。時刻も20時14分、定刻での到着となります。さあ、列車から下車。当然のごとく名古屋駅でお乗り換え。階段を降ります。そして14、15番線への階段であることを確認して登っていきます。15番線の電車は20時17分発のぞみ448号東京行きです。次の停車駅は新横浜です。さあ、旅程計画時に一番の難関だったのぞみ448号に乗車します。なぜこの列車が難関なのかというと、この列車は運行日数が極端に少ないからです。この列車に乗るためにわざわざ11月20日にチャレンジ旅を敢行したと言っても過言ではありません。列車の扉が閉まります。
なんだなんだ、どうした？おいおい、列車のドアだけ開いたぞ。どうやら隣の12号車で扉が閉まる間際に降りようとした乗客がいたようです。もう一度扉が閉まります。列車は1分遅れで名古屋駅を出発。定刻で出発できるかと思いましたが、そうはいきませんでした。さあ、早速列車の運行状況を確認します。とりあえず今乗っているのぞみ448号は遅れていないということです。しかし前を走る列車はそうではありません。前に乗車していた光657号でも確認しましたが、上り列車は軒並み遅れています。この列車の遅れに巻き込まれる可能性が非常に高いでしょう。特に驚きなのはこれ。なんと豊橋駅から浜松駅までの間に列車が5本も走っているようです。列車は順調に進んでいきます。速度は時速 260km、 浜松駅を通過しました。のぞみ448号に遅れはなし。先を走る列車はまだ少し遅れています。静岡新富士間を走行しているのぞみ174号が5分遅れで一番遅れていますね。列車の速度は時速 240km まで落ちました。さあ、列車は安倍川を横断します。そして静岡駅を通過。のぞみ448号は定刻で運転できていますが、直近のこだま号が2分遅れとなっています。遅れは少しずつですが回復してきています。三島駅の留置線チェック。ついに留置されている車両を確認することができました。そして三島駅を通過。こだま号を追い越します。のぞみ448号に問題はなし。先を走る列車は少し遅れていますが、2、3分程度。私が今乗っている列車にまで遅れが波及することはないでしょう。多分。さあ、相模川横断。圏央道を潜ります。さあ、列車から降りる準備をしましょう。乗り換え時間が短いので扉の前で構えておきます。ん？今なんて言った？停車？どういうこと？嘘！やめてくれ！次の乗り換え時間は短いんだよ。なんとのぞみ448号、新横浜駅の手前で気外停車してしまいました。うえー、どうなっとんねん。列車が静かに止まっています。緊張と焦りが高まる。これはやばい。あ、動き始めました。1分30秒も停車していました。お待たせいたしました。まもなく新横浜です。お出口は右側です。列車は新横浜駅の1番線に到着。次に乗る予定の列車はもう4番線に到着してるんじゃない？乗客が乗り降りしてるよね。
さあ扉が開きました。ダッシュで4番線に向かいます。階段を急いで駆け下りて隣の階段を駆け上がる。ダメだ、行っちゃった。のぞみ473号。追いかけるか。ということで悲しみの乗り継ぎ失敗。仕方がないので後続の列車に乗車します。新横浜駅を21時42分に発車するのぞみ265号新大阪行きです。さあ列車の扉が閉まりました。新横浜駅最後の出発。もうここに来ることはありません。すいません、ちょっと乗り遅れまして、どうすればいいでしょうか。これ自由席やったらこのまま乗れるんです。これスマート EX なんですよ。そうです。スマート EX でも自由席やったらこのまま乗っていただけるんですけど、指定席取ろうと思うと新横浜新大阪間の特急券が必要になっちゃいます。じゃあこの電車の自由席であれば、この切符で乗っていただきます。大丈夫です。じゃあ乗れる。大丈夫ですよ。というわけで幸運にも違う列車に乗れるということだったので、こののぞみ265号で名古屋方面に移動します。むしろ駆け込み乗車みたいなことにならなくてよかったと思いましょう。最終列車の車内を移動します。座席はかなり埋まっていますが立ち客が発生しているほどではありません。自由席に移動するのも面倒なのでもう立ったままで移動しましょう。それなら進行方向右側の車窓も撮影できます。のぞみ265号の運行状況を確認。定刻運転。上り列車も順調に動いています。さあ小田原駅を通過します。ここで児玉号を追い越し、さらに三島駅を通過。そして最後の三島駅留置線チェック。さっきよりも多くの列車が留置されています。列車の速度は時速 225km。 今乗っているのぞみ265号は東京新大阪間を2時間21分で走行する最速列車なのですが、だからといってめちゃくちゃスピードを出すわけではないようです。夜の進行方向右側の景色、さすがに夜なので富士山をカメラで捉えることはできないようです。列車の運行状況、下り線に関しては問題ありません。上りに関しては遅れが出ています。東京駅最終列車のぞみ64号は15分遅れ。のぞみ号の中で最も停車駅が少なく最も早いのぞみ号として有名な列車ですが、同時に混雑も飛び抜けて高く遅延しやすい列車となっています。さらに静岡駅を通過。列車の速度は時速 275km。 速い。列車は天竜川を横断。在来線と合流。浜松駅を通過します。列車の運行状況、下り線は問題なし。さあ名古屋駅の一つ手前三河安城駅を定刻で通過します。次の名古屋までおよそ6分です。22時57分の到着。お出口は右側です。名古屋でお降りのお客様、車内にお忘れくださいませんようご支度をしてお待ちください。まもなく名古屋です。東海道線、中央線、関西線と名鉄線、近鉄線、青波線、地下鉄線がお乗り換えです。さあ名古屋駅に到着です。17番線に到着します。もう夜遅いですが眼下に車と人がたくさんいます。ただいま名古屋に停車中です。ご乗車ありがとうございました。ご利用できます足元にご注意ください。ただいま名古屋に停車中です。22時58分発のぞみ265号新大阪行きです。
鉄の京都新大阪への最終列車です。お乗り遅れなさいませんようご注意ください。名古屋を出ますと次は京都に止まります。さて名古屋駅に到着しましたが、今回は下車せずに乗り続けます。最初に名古屋駅に到着したのが9時19分、それから13時間30分、ずっと名古屋駅と新横浜駅を往復していました。往復数は合計でなんと5往復です。その反復横跳びの呪縛からついに脱出します。さあ列車の扉が閉まります。名古屋駅を新大阪方面に発車。過去の自分よ、よく頑張った。そしてここまで根気よくこの旅を見続けてくださった視聴者の皆様、本当にありがとうございます。ようやく新しい景色が見られます。博多駅を6時ちょうどに発車してから17時間経過し、このチャレンジ旅の残り時間はあと7時間です。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号新大阪行きです。途中の停車駅は京都です。この電車は全席禁煙となっております。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。さあ夜の岐阜県をかけていきます。列車の速度は時速 280km、 最高速です。列車の運行にも遅れはなし、定刻運転です。まもなく京都です。東海道線、山陰線、五西線、奈良線と近鉄線、地下鉄線はお乗り換えです。京都を出ますと次は終点新大阪です。さあ列車は定刻で京都駅に到着です。ただいま京都に停車中です。ご乗車ありがとうございました。ご利用できますのでご注意ください。さあ京都駅を出発。この列車が最後の京都駅出発列車です。新幹線での移動ももう残りわずかとなりました。近鉄京都線をまたぎます。さらに少し進むと京都貨物駅の脇を通過します。コンテナが蛍光灯に照らされているので、はっきりとコンテナを視認することができます。列車の運行も問題なし、定刻で到着できそうです。列車の速度時速280キロ超え、最後のラストスパートです。列車は阪急京都線と並走する区間を走行中、神巻駅の脇を通過します。そして鳥飼車両基地の脇を通過していきます。深夜東海道新幹線の営業終了間近のため、車両基地にほぼマックスで新幹線が留置されています。新幹線を照らす照明も相まってめちゃくちゃ興奮する光景となっています。鳥飼車両基地を過ぎるとすぐに近畿自動車道と交差します。まもなく終点新大阪です。東海道線、大阪東線と地下鉄線はお乗り換えです。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。終点の新大阪駅に到着です。隣の発着線21番線にはのぞみ263号が止まっています。時刻は23時45分、定刻での到着です。さあ扉が開きました。終点なので当然下車、階段を駆け下りていきます。これから新大阪駅で改札を抜けます。
検察にどれだけ時間がかかるかわからないので駆け足。すみません、ちょっと見てもらって、向こう院の入居をハサミ入れてほしいんですけど。すごいですね。朝6時からちょっと乗っててすごいですね、大丈夫ですよね。全然問題はないです。はい、じゃあ持ち帰りで大丈夫ですか？はい、持ち帰りで。穴開けていいですか？穴で。ずっと乗られてますね。はい、回っていいですか？はい、全然。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。よし、ということで一番の難関だった改札通過完了。このためにわざわざ自由席ではなく指定席を購入しておいたんです。新大阪駅到着からちょうど2分経過しました。改札外コンコースにはまだ人が数人いますが、着実にこれを避けつつ次の改札に向かいます。次はまたまた JR 線に乗車します。スイカをタッチ、ピピッとな。電光掲示板で乗る予定の列車を確認。7、8番線の大阪・神戸方面の列車に乗車します。目的の列車はまだ到着していません。どうやら無事に乗り継げそうです。駅名標を撮影。ブルーのラインが入っていることからわかると思いますが、次は JR 西日本の路線に乗車します。JR 西日本の路線に乗るのは朝8時半に新大阪駅に到着して以来なので、約15時間半ぶりとなります。さあ、列車がやってきました。新大阪駅を23時52分に発車する普通列車の西明石行きです。 JR 西日本の接近メロディーはいつ聴いても最高ですな。新大阪駅を帝国で発車。ここからは在来線で距離を稼ぎます。さあ、関西一の大ターミナルが近づいてきました。夜雨の中ですが、その存在感ははっきりとわかります。列車は予定通り6番線に到着します。さて、電光掲示板に不穏な文言が表示されています。新快速が3分遅れ。雨の影響でしょうか、かなり心配です。その新快速が5番線に到着しました。スマホの時計で見ると0時2分なので、電光掲示板の表示通り3分遅れての到着です。新快速が到着しても信号が切り替わることはありません。0時4分、新快速が先に出発。次に大阪止まりの快速が到着します。5番線に帝国停車できるはずでしたが、新快速が進路を塞いでいたため、この電車も遅れて到着しました。快速列車からも数人普通列車に乗り換えてきました。乗降が完了して扉が閉まります。大阪駅を発車。帝国より2分遅れての出発です。さあ、列車は大阪駅を出て最初の停車駅、塚本駅に到着です。到着は0時10分で2分遅れのままです。ドア閉まります。まだ乗り続けます。さて、尼崎駅に到着です。東西線、福知山線との乗り換え駅です。立花です。出口は左側です。さあ、立花駅に到着。ここで下車します。そして改札を通過。すぐさま折り返します。改札通過。次の電車は3番乗り場から出発します。階段を降りましょう。次に乗る列車も遅れているため、まだ立花駅には到着していません。電光掲示板によると、まだ甲子園口駅にいるようです。今のうちに
橘駅の駅名標を記念に撮影しておきましょう。さあ、誰もいない橘駅を貨物列車が高速で通過します。寒い。冷たい風が体を突き刺してきます。さあ、大雨の中、折り返し列車が到着しました。橘駅を0時18分に発車予定だった普通列車の大阪行きです。車内に人は少なめです。列車の扉が閉まります。0時21分に橘駅を発車。3分遅れです。次は終点大阪、終点大阪です。お出口は左側です。さあ、大阪駅に戻ってきました。遅れは特に取り戻すことはなく、3分遅れでの到着です。さて、大阪駅に到着しましたが、ここでこの旅は終わりではありません。24時間が経過するまで、あと約5時間30分あります。一旦スイカで改札を通過します。そして磁気券を投入。大阪駅の普通列車の営業は終了しましたが、大阪駅を出発する列車はまだ残っています。次に乗る予定の列車だけが堂々と電光掲示板に表示されています。ちなみになぜこんなにのんびりしているのかというと、ご覧の通り遅れているからですね。とりあえず11番線ホームにつながるエスカレーターを登ります。目的の列車はもちろん来ていません。で、列車はどの位置にいるのかというと、0時42分現在、芦屋駅と桜宿川駅の間を走行中です。遅れは22分と表示されています。遅れの原因はサンライズ出雲号が白尾線の稲城駅と備中広瀬駅の間でイノシシと衝突したからだそうです。遅れが発生すること自体は仕方がないことですが、タイムリミットが朝6時となっていますので、最終的な乗車距離に影響が出ないか心配なところ。さて、電車を待っている間に JR 神戸線の大阪駅最終列車が到着しました。今日の遅れを踏まえると、おそらく橘駅よりもっと西の方まで行けたでしょうね。三宮駅くらいまでは行けたかもしれません。お待たせいたしました。11番乗り場に0時33分発寝台特急サンライズ瀬戸出雲号東京行きが14両で乗ります。安全ですから黄色点字ブロックまでお下げください。11番乗り場に列車が参ります。ご注意ください。この列車は全車指定席です。ご乗車には乗車券の他に特急券が必要です。さあ、いよいよやってまいりました。日本国内で唯一運行されている定期寝台特急サンライズに乗車します。これで夜中寝ている最中も距離を稼ぎます。扉が開きました。早速乗車。列車の扉が閉まりました。そしてゆっくりと厳かに大阪駅を発車。次にこの扉が開くのは静岡駅です。今回はのびのび座席を利用します。移動距離を稼ぐことが主目的なので、グレードの高い席に乗る必要はありません。それでは一旦就寝。おやすみ。おはようございます。大阪駅発車から約4時間が経過しました。現在時刻は4時46分。早速スマホで走行位置を確認しましょう。現在、用宗駅と安倍川駅の間を走行しているようです。ということは、もう JR 東海管内に突入し、しかも静岡県を走行しているということです。
窓の外からどこを走っているのか探っても暗くて全く分かりません。列車は静岡駅に到着です。5時前なので人はいないと思いましたが、すでに数人いらっしゃいます。この旅で初めて静岡駅に停車したので、記念の駅名標撮影をしっかり行います。そして静岡駅を発車。遅れているので足早に去っていきます。時刻は4時53分。まだ13分ほど遅れています。さあ、逐一列車の走行位置を確認していきます。草薙駅と清水駅の間を走行中。9分遅れとのことです。列車の速度は時速105キロ。東海道線の静岡地区の線内最高速度が時速110キロなので、ほとんど最高速です。さあ、列車は富士川を横断します。そして次の停車駅、富士駅に到着です。静岡駅の時より人が多いです。朝の始発列車を待つ人たちでしょう。時刻は5時16分です。富士駅を発車。定刻より6分遅れです。富士駅発車後もできる限り高速で走行していきます。列車の遅れは4分にまで回復しました。そして列車運行位置画面に普通列車が表示され始めました。富士駅発車からほどなくして沼津駅に到着。到着と同時に貨物列車と行き違いをします。到着時刻は5時29分です。タイムリミットまであと30分です。そして沼津駅を発車。定刻より3分遅れです。さあ、沼津駅を出ると次は三島駅です。三島駅は新幹線が停車する比較的大きな駅ですが、サンライズ瀬戸出雲号は三島駅を通過します。次の停車駅は熱海駅です。本線上を走る営業列車が多くなってきました。さて、列車は沼津駅発車後も線内最高速度ギリギリで走るかと思いましたが、ご覧の通り低速で走行しています。一体何があった？サンライズが遅れることなく定刻運転したとしても、さすがにこんな徐行することはないと思いますが、今一本列車と行き違いをしました。もしかしてこれが原因？列車運行位置を確認すると、三島駅に停車していた浜松行きの普通列車が発車しています。しばらくすると列車が再加速を始めました。おそらくさっきの普通列車に進路を塞がれていたのでしょうね。さっきの列車は三島駅の4番線から出発する列車です。列車は三島駅を通過。遅れは約5分にまで拡大しました。列車は神波駅を通過。その直後、トンネルに突入します。東海道本線内でも屈指の長さを誇る丹那トンネルです。その丹那トンネルを編集を使ってカット。木宮駅の脇を通過。丹那トンネルを抜けたらすぐに熱海駅に到着です。さあ、5時47分。定刻より4分遅れて熱海駅に到着です。乗ってきた寝台特急サンライズは次の横浜駅に6時以降に到着するので、ここで下車します。タイムリミットまで残り10分。もうこれ以上進むのは無理か？いえいえ、まだ乗れる電車は残っています。銀色のステンレス車体に青の2色の帯をまとった列車。そう、伊東線に乗車します。伊豆急行の列車。最後の最後で JR 東日本にお世話になります。乗り込みます列車は熱海駅を5時50分に発車する普通列車の伊東行きです。熱海駅の駅名標を撮影しながら扉が閉まります。熱海駅を発車。時刻は5時50分。定刻での発車です。果たしてこの列車でどこまで行けるのか。最初の停車駅は木宮駅です。木
木の宮駅5時52分に定刻で到着。記念の駅名標撮影を行います。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。木の宮駅を発車。まだ進めます。次は伊豆多賀駅です。さあ、その伊豆多賀駅ホームに進入しました。時刻は5時58分。この駅も定刻で到着です。はい、ということで伊豆多賀駅で下車します。ここがルール上移動距離としてカウントされる限界地点です。対向列車が少し遅れて到着しました。伊東線は単線なので乗ってきた列車も遅れることになります。お世話になった列車のお見送りをしましょう。今回の旅で初めてまともな列車のお見送りです。これまで乗ってきたすべての列車、すべての鉄道会社に感謝を込めましょう。ありがとうございました。ちなみに1分遅れで伊豆多賀駅を発車していきましたが、仮に定刻で次の網代駅に到着したとしても、走行中に6時を迎えます。踏切が鳴りやみ静けさを取り戻した伊豆多賀駅。時刻は6時2分。ということで、1日最長移動距離チャレンジの旅はこれにて終了です。記念の駅名標撮影。伊豆多賀駅の駅名標も木の宮駅と同様にイラストが凝っています。さて、伊豆多賀駅の改札を抜けましょう。といっても無人なので改札をする人なんていませんけどね。はい、ということで無事すべての工程を終えることができました。ここで旅のまとめをしたいと思います。まずは肝心の最終的な累計移動距離ですね。日没を迎えてから累計移動距離の告知をするのを控えていましたが、一体何キロ移動できたでしょうか。それでは発表いたします。最終的な移動距離は 4850.5km です。イエーイ、やったぜー。いやはやこれほど移動できるとは思いませんでした。もしかしたらもっと長い距離移動できるルートがあったかもしれませんが、もしもっと長い距離移動できるルートがあったら、私ツイッターをやっていますので DM でこっそり教えてください。何にしても日本の鉄道は日本初の開業から150年でこれほど便利に発展したということですね。改めて日本の鉄道発展に貢献したすべての人に敬意を表し、そして感謝を申し上げます。ありがとうございました。ということで長々と話しましたが、1日最長移動距離の旅の動画はこれにて終了です。最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったら Twitter などで動画を他の人に紹介したり、またチャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。